本日は風の谷のナウシカというアニメ作品を紹介していきたいと思います。1984年公開、スタジオジブリの作品と思われていますが、厳密にはトップクラフトという制作会社の作品です。翌年の1985年にスタジオジブリが設立され、第1作の天空の城ラピュタの制作タイミングでトップクラフトが解散して、スタジオジブリが誕生したようですね。てんてけてん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 。風の谷のナウシカ。火の7日間という名の大戦で、かつての地球と文明は壊滅しました。それから1000年が過ぎ、地球は深いという有害な菌が生み出した森に、大地の大部分が覆われるようになりました。この森の中で、人々はマスクをつけなければ生きられず、さらには森に住む虫という生物たちに日々脅かされています。風の谷という静かな場所には、ナウシカという優しい少女が住んでいました。彼女は虫たちと心を通わせる特別な力を持っていました。一方その頃、遠くの地で巨神兵という強力な兵器をめぐる争いが起こり、風の谷もその影響を受けることとなります。ナウシカはその争いの中で、人々と自然、そして虫たちの共存の道を求めて戦っていきます。このような魅力的な物語の作品となっています。それぞれ登場人物にスポットを当てていきましょう。まずは主人公ナウシカ。ナウシカは風の谷に住む16歳の少女で、深い愛と優しさを持つカリスマ的な存在です。彼女は大気の流れを読む風使いとして知られ、不快の虫たちと心を通わせることのできる特別な能力を持っています。映画と原作では異なる物語が展開されますが、どちらも彼女の強さと優しさが中心になっています。ナウシカは故郷の風の谷と自然を守るために果敢に戦い、多くの人々から愛される存在となります。ちなみにナウシカが作中で乗っているメーベという小型のグライダーは重さ 12kg、 折りたたみ収納もできる優れものですよ。メーベはドイツ語でカモメという意味です。こんなのあったら乗ってみたいですよね。でも私は高いところは苦手なのでガクブルですよ。羽があるのに苦手なのかよ。うっさいずんだ餅。それからナウシカの胸が大きく描かれている理由について、宮崎駿監督はこう語られています。ナウシカの胸は大きいでしょ。あれは自分の子に乳を飲ませるだけじゃなくてね、好きな男を抱くためでもなくてね、あそこにいる白おじやおばあさんたちが死んでいく時にね、抱き留めてあげるためのね、そういう胸なんじゃないかなと思っているんですよ。だからでかくなくちゃいけないんですよ。やっぱりね、胸に抱きしめてあげた時にね、安心して血ねる、そういう胸じゃなきゃいけないと思ってるんですよ。さすが早尾なのだ。オイラもでっかい方がいいのだ。では次は深い位置の剣豪ユパ・ミラルダを見ていきましょう。風の谷の族長ジルの旧友で、ナウシカの剣の師でもあるナイスミドルメンです。彼は深い位置と称される剣豪でありながら、争いを好まない温和な性格を持つ人格者であり、知識は広く、不快の謎を追求するために旅を続けています。映画では風の谷に戻る途中でナウシカに助けられるシーンがあり、彼女との深い絆がうかがえます。彼の最大の特徴は人々との関係性にあります。彼は多くの人々から尊敬され、特にナウシカとの関係は深いものがあります。映画と原作の中では彼の知恵やカリスマ性、そして人々との関係がしっかりと描かれており、ユパ・ミラルダは不快の謎を追い求める冒険者として、またナウシカの師としての役割を果たしていきます。ちなみに45歳ですよ。ダンディーなおっさんなのだ。では次はトルメキア王国の将軍皇女クシャナを見ていきましょう。クシャナはトルメキア王国の姫巫女であり将軍でもあります。彼女は手に入れた巨神兵を駆使して、人間が不快の恐怖から解放される世界を目指して奮闘しています。原作において彼女は王位継承者たちからの暗殺未遂などの困難な過去を持つことが明かされています。この厳しい環境で育った結果、彼女は優れた判断力、剣術、指揮能力を持つようになりました。外見からは冷酷で無感情な印象を持つクシャナですが、彼女の真の目的は人間が不快の生物に恐れることのない平和な世界を作ること。彼女の冷徹さはその熱い信念を実現するためのものです。部下たちからはクシャナ殿下と敬意を持って呼ばれ、彼女のカリスマ性と美しさにより彼らからの絶大な信頼を受けています。原作では彼女の困難な生い立ちがより深く掘り下げられており、
部下たちの愛情も強調されています。クシャナの名前の由来には、実在したクシャーナ王朝とナウシカという名前のアナグラムの2つの説が存在します。アナグラム説ではナウシカをクシャナと入れ替えたものとされています。この2つの名前の関連性にはファンからのさまざまな解釈が存在しています。さらにローマ字表記にした時に、ファンからは愛があるのがナウシカで愛がないのがクシャナとも言われているのだ。そういうの気づく人はすごいですね。では次にクシャナ軍の軍参謀クロトワについて見ていきましょう。クロトワはクシャナの軍参謀で、彼女の信頼のおける側近という立ち位置のキャラクターです。飛行機の操縦技術に優れていますが、一方で乗馬は得意ではない様子。庶民からの出自であり、兵士たちからの信頼も厚いようですね。彼は野心家であり、皮肉屋でもあります。人の不幸を気に留めない性格をしていますが、コメディリリーフとしての側面も持ち合わせています。原作では姫巫女であるクシャナの補佐役を務めつつ、秘密裏にトルメキア王よりクシャナの監視と暗殺を命じられた資格でもありました。彼女の抹殺を計画していた彼ですが、事態が王族の争いを超えたことから最終的にはクシャナに寝返ります。その後彼はクシャナの有能な助手として行動を共にし、互いに助け合う関係を築いていきます。クシャナ殿下大ピンチだったんですね。でもまあこういうやつは大抵いいやつなのだ。まさに名脇役。ずんだ餅も名脇役なのだ。ファー。では最後に風の谷のナウシカをオマージュした作品を作ってみましょう。やっぱりみんなで集合写真がいいですね。では先ほど紹介した主要な登場人物で集合写真を作りましょう。やり方はいろいろありますが、素材を用意して合成してなじませるのがお手軽簡単なので、それでやってみましょうか。今回の動画用に生成した各キャラクターの背景を切り抜きます。今回はフォトショップを使いますよ。WebUI の拡張機能でも背景投下できるようなものもありますが、我々の腕ではあまりうまくできなかったです。クシャナの画像をベースにしようと思うので、まずこの画像をフル HD サイズにアウトペイントしちゃいましょう。このように画像の外側を囲んで生成塗りつぶししていきますよ。プロンプトは入れなくてもできる場合もあります。なんなら廃屋とか廃村とか入れてみましょうか。出来上がった画像をベースに各キャラクターを配置して背景を消して出来上がりですね。このまま各素材の縁を生成塗りつぶしでなじませてもいいのですが、うまくいかない場合もありちょっと面倒なので、一旦画像ファイルに出力します。そうしましたら WebUI のインペイントへ放り込みますよ。このままでデノイジングストレングスを小さくして生成してなじませるのがお手軽ですが、今回はこんな感じで境界線をマスクしてマスク部分を生成させてなじませましょうか。うまくできない場合はなんか適切なプロンプト、例えばキャラ生成時のプロンプトとか品質系のプロンプトとか入れとくと綺麗に仕上がりますよ。それとは逆に残したい部分のみマスクしても面白いですよ。例えばこのようにキャラの顔とか残したい部分をマスクして、マスクモードをインペイントノットマスクドにチェックを入れて生成します。インペイントノットマスクドにチェックを入れるとマスクした部分以外が生成対象になりますよ。コツはデノイジングストレングスの値を小さめにすることです。今回の画像では値を 0.3 ではこのような生成結果となり、境界線の合成感が自然となじみますが、値を 0.6 で生成するとなんかいろいろと大変なことになっちゃいます。ナウシカが帽子をかぶり出したのだ。黒とはなんか心霊写真になり果ててるのだ。では次はオウムに襲われているナウシカ一行のクソコラを作ってみましょう。これは誰がどう見てもクソコラですね。本当にありがとうございました。オイラは好きだけどな。ポイントはナウシカのペコちゃんみたいなクソコラ顔ですかね。いい味出しているのだ。これも先ほどと同様の手口で切り張りしてインペイントに放り込みます。今回はマスクせずにデノイジングストレングスを 0.3 で生成してみましょうか。はい、ジェネレート。姉様、これはナウシカの顔が普通のお姉ちゃんになってしまいましたね。それにクシャナとユパ様が小さすぎるので WebUI あるあるで潰れちゃってますね。ではナウシカを生成した時のモデルとプロンプトを入れて、先ほどと同様にデノイジングストレングスを 0.3 で生成してみましょうか。はい、ジェネレート。ナウシカの顔は我々が作った実写の顔に近づきましたね。でもやっぱりクシャナとユパは潰れてるのだ。
ではインペイントでマスクしましょう。このように残したい部分をマスクするやり方でいきましょう。小さいクシャナとユパ様、メーベに乗った小さいナウシカはこのようにアップにしてブラシを小さくしてマスクしていきましょう。オルトを押しながらマウスホイールをくるくるすればズームできますよ。おお、めんどくさい作業ですね。あんまり小さいのはどうせ見えないから、なんとなく塗っとけばいいのだ。性格が出ますね。ではこのようにマスクできたらデノイジングストレングスを 0.3 で生成してみましょう。はい、ジェネレート。最初の画像よりかは馴染んでますね。漂うクソコラ臭、すんばらしいのだ。こんな感じでいろいろな物語のいろいろな場面をクソコラ画像でたまに紹介していきたいと思います。君たちクソコラ画像言い過ぎじゃないか。他のチャンネルでやった方がいいぞ。それでは今日はこの辺で高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。 IP アダプターが登場したからクソコラ作りがはかどりますよ。